ビリビリだけが中国じゃないですからね。いつも言ってますけど。発生した最大の理由で、僕はそれがですね、タイミングだと思ってます。10月1日って何の日ですかって話なんですよ。中国大陸の国慶節、いわゆる建国記念日なんですよ。中国大陸の基本思想としては、今まで外国に虐げられた中国が、新たに復活ののろしとして、我々中華人民共和国が、国威高揚、愛国万歳、それはもう当たり前のように出てくるわけで、やたらとアヘン戦争だなんだかんだやられてるわけですよ。国の恥となる事件がたくさん起こってた時代だったっていうので、そういう気持ちもあるわけですよね。いいとか悪いとかの問題じゃなくて、そういうものなんだと思います。この僕らの今話してる話って9月25日じゃないですか。まさに1週間前なんですよ。もうちょうど愛国者たちの活動に火がついたところに薪がくべられた形になったっていう理解がまず一つあるんじゃないかなと。で、もう一つがですね、謝罪のタイミングが悪かったなっていうのがありますね。当日するべきだったかな、もしやるんだったらっていうのがあって、はーちゃまの問題は正直僕は知らなかったんで、なかったようなもんなんで、はーちゃまの、問題については、本当に今回カバーさんから、カバー株式会社がおそらく謝罪してからみんな気づいたような節があるようにしか見えますね。ココ会長の動きの部分で初めてみんな認識したんじゃないかなという感じではあります。ビリビリの方はもしかしたら認知してたかもしれないですけど。で、俺謝罪しなくてもよかったなとは思ってるんですよ、個人的には。でも、謝罪するんだったらなぜ同日にやんなかったんだっていうのはすごい大きな問題かなと思ってて。で、これなんで俺そういうかというと、似たような案件があるんですよ。で、それがですね、ヒロアカの丸太事件ですね。これって3日に発売で7日に謝罪なんですね。やっぱり4日間かけて、で、これの時間かける最大の問題は、中国側に言われて謝罪したっていうのが一番良くないです。能動的に、やばい、ごめんなさい、ちょっと書き間違えましたって言ってりゃよかったものを、そうはならなく、結局、渋って最終的に謝罪した。だったら謝罪すんなよって話になった方が良かったんですよね。これは個人的にはね。で、やっぱりこれはですね、価値観の問題に非常に直結してるかなと思ってますね。誰かが、日本の終戦記念日とかに、原爆の話、8月15日とかにね、原爆の話をするとか。で、それは、原爆を落とされたくない国にとっては、原爆はただの爆弾でしかないわけですよ。価値観違うと相手のその、いろんな部分が大きく見えたりちっちゃく見えたりするので、本当にそこら辺をいかにうまくちゃんと見えるようにするかっていうのは本当に難しくて、これは単純にやっぱりそのサポーターみたいな方が必要なんですよね、きっと。だから海外を狙うのであれどうしてもその部分どうしてもついて回るんで、どうしていくのかっていうのは本当考えないといけない。実際カバーさんはおそらく何回やったんですけど、っていう感じなんでしょうね。で、この一件を見て、その中国がおかしいからどうこうっていう結論に達してほしくないっていうのがもう本当はあって、そのさっきも言った通り、そして背景でも言った通り、本当に様々な背景があってのですね、この状態なんで、なかなかね、ここで中国おかしいっていうのはちょっとまた違う話で、中国でもやっぱり問題が出た時に、誰かが言わなければいけないっていうところもあって、で、さらに誰かが言ったらそれに賛同しなければならないっていう、やっぱり同調圧力みたいなのが存在するんですよ。本当にそう思っていない人がいたとしても、みんな一緒に立ち上がっちゃうっていうのが出てくるっていう問題なんですよね。そうですね。あともう一つやっぱり5に入ってやっぱり5に従いっていうのは非常に重要で、そこら辺はやっぱり考えていかないといけないところですね。やっぱり日本に来て日本人のお金を儲けてるヨースターさんがいきなり慰安婦はどうなだ、なんとか虐殺はどうなって言い出したらどうするかって話なんですよ、日本人は。で、おそらくですね、カバーさんは、ビリビリにその部分をサポートしてもらいたかったと思うんですけど、うまくいかなかったのか、うまくいかなかったのか。ホロライブは謝罪しちゃったんですよ。で、結構僕的な問題だなと思ってるのが、その謝罪文2つあるじゃないですか。で、この謝罪文2つ目の方に、中国語を読んでる限りでは、カバーとはこの件は関係ありませんよ。カバーのやったことじゃありませんよ。アーティストやったことですよ。アーティストは切りますよって、僕らにはそういう風にしか聞こえないんですよ。この文章自体は。で、我らが、屋号が、こんなことを言うのかと。我らがって言っちゃったけど、カバー株式会社の谷郷さんがこんなことを言うのかっていうと、言わないと思うんですよ、個人的には。なんで、これはおそらくビリビリが書かせた。あるいはビリビリが書いてこれに反抗せって言ってきたやつだと思われます。本当に。ビリビリが責任持ちたくないから、そう言ってるんです。会社としての立場を持ったところと付き合ってるってなったら、また叩かれるんで、もうビリビリね、しょっちゅういじめられてんで、政府に。しょうがないんですけど、あれは自己自得だと思うんですけど、谷郷社長は売っちゃったわけじゃないですか。これから国慶節だって騒いでる人たちの中に縛り上げたココ会長とハーチャマを投げ込んだわけじゃないですか。言い方はいくらでもあります。我々ね、中国の会社じゃないんですよ。私たちは日本の会社ですよと。
日本人は恩国における一つの中国原則っていうのは守りますよと。ですが、一つの中国原則に関しては、みんなが理解している問題ではありませんよと。我々のタレントは確かに間違ったことを言いましたが、謝罪するものではないと理解してますぐらいの勢いで、突っ張れても僕は良いと思うんですよ。全然。ビリビリだけが中国じゃないですからね。いつも言ってますけど。今回の件はおそらくも沈静化ですね。で、これ以上何もできないですね。カバーさんは。そしてビリビリも何もしてくんないだろうと思います。なんで、沈静化も何もおそらくこのまま流れます。はい。なかったことにされます。おそらくこのまま。で、残るのは、ハーチャマと桐生国が3週間禁止になってるっていうこと、事実だけっていうね。なんだこれは。いやー、そういうのは良くないんだよな。知らんぷりしとけよ。ダメは悪くない。ぐらい言っとけばいいんですよ、とは思ってます。